建物が出てくるブラシ。こういうやつね。おおここにさ、こうやって人書くだけで済むじゃん。いこれ完全にチートじゃない？やでもこれちゃんと全部一個一個書いてるからね、自分で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はマイキーさんが来てます。イエーイ。で、今回はマイキースタジオがドキドキスタジオと合体します。まあ自宅だけ、ただの自宅だけ。スタジオと言います。はい。今回、はいマイキーさんが面白い報告があります。クリップスタジオというアセッツストアでいろんな素材は出しているんですけど、それはもう少しなんか詳しく教えてもらえますか？はい。僕ができる範囲であれば全然大丈夫ですよ。自分が出しているものは、なんかクリップスタジオのソフトで購入して自分の漫画を道具として使う。例えばどういうものがあるんですか？僕は自分で作ったやつは建物が出てくるブラシ、建物が出てくるブラシ。こういうやつね。おお曲がった線を描いたらまっすぐになった。なんかこれはなんか補正が少し曲がってても一直線に直してくれる。定規もういらない。定規いらない。真横しか書けないけど、こういうのを作っとけばもうここにさ、こうやって人書くだけで済むじゃん。いこれ完全にチートじゃない？やでもこれちゃんと全部一個一個書いてるからね、自分で。すごいね。その補正ボタンを外せるんですか？外したら多分曲がったままだと思うよ。ほら、かっこいインセプションみたいになる。い。いいね。うわ、じゃあ例えばどういうタイミングでこういうブラシは使えるんですか？漫画のね、普通のセリフ、あんまり大したことないセリフだけのシーンとかに使えると思って、例えばこうやってまあ分割して。早っ。さすが漫画家。もう漫画になった。これぐらいはできるよ。さっきのブラシの100センチぐらい。こうちょっと角度だけ調整して、でこうするとこのシーンだけもう普通に終わる。すげえ。で解像度もそこそこ高く書いてるからアップしても持つので、これぐらいでもいけるんで。すごいね。そうそう、この辺で人と誰か合わせたりとか。もちろんその背景としてダウンロードすることは新しいことじゃないんですけど、このブラシで使えることは永遠に書けるわけですか？範囲がちょっと僕のやつ決まってて、ずっとではないんだけど、どんぐらいかな。こうやって書いて、ずっと続くんだけど結構長い。続くけど繰り返しなのよ。でもそれでいい。そう繰り返しだから同じ絵がまた出てくるんだけど、でも繰り返ししても全然なんか繰り返してるように見えない。多分ね、これが一括りだと思う。そう。じゃあ例えば帰り道で誰かと話してる場合だったら、これはちょうどいいですね。なんか主人公のお家の前じゃなくて、その途中の何でもない場所。そういうシーンに使えるように作った。坂道だったらなんかちょっと曲がってるように書いてもらえますか？いや、坂道はさ、こういう家ないじゃん。ない。これ無理じゃん。坂道っていうか、ちょっとだけこのなる。これでもありえないよね。いや、もうこれ住めないよ。この家住めない。すげえ牛乳とか飲み物こぼれちゃうからさ、無理で。それでも面白そうな漫画が出てくる。いや、このお家とかもひどいことになるよ。めっちゃこぼれるから。地震は危なそうですね。もう地震来てるのと同じだよ。自分の背景絶対描くと思っても、アイディア作るときにこういうブラシがあると便利そう。多少は楽だよね。ドキドキの視聴者はクリップスタジオに詳しい人はもう分かってるんですけど、クリップスタジオに詳しくない方だったら、こういうパターンブラシはどういうものなのか多分分からないので、他のパターンブラシとか見せてもらえますか？デフォルトのやつはこっちの多分こういうさ、こういうやつとか。なるほど、そうですね。とかこういうやつとかね、カラーのやつもあるし、こういうやつもあるけど、こういうエフェクトの時は全然なんか一つずつ書く必要はないし。そう楽ではあるけど、使えるのはね、この掛け線のやつ、これはね、こういうのができるから、自分でいちいちさ作ったりとかシャープなところとか
こういうのとか、しかもね、パース定規というか、定規とね、うまく組み合わせると相性がいいから、こうやってさ、できんのよ。ここのね、ここがうまく合うようなタイミングに調整は必要だけど、なんだっけ魔法の魔法陣ね。魔法陣、簡単に書けそうですね。ななんかクリップスタジオポイント溜まってればそれでも購入できるらしいです。そう。これで素材を探すってここにあるんだけど、これをクリックするといろんなね、人が作った素材が販売されてるんですよ。こうやって無料のコンテンツもポイントがかかるものとか。僕のでいくとこういう感じでもう販売する内容もこうやって書いてあって、画像も入れてこうやってこうしたらこうなりますよみたいなのも作ってあるので、皆さん自分でアセットを作っててクリッピーとか入ってきたら、そのもらってるクリッピーを使って別の人のアセットは買えるん。そうやってなんとクリップスタジオコミュニティなんだ。そうだね。だから普通にプロのアシスタントとかプロの漫画家が自分のために作ったけど、自分だけで持っとくよりこういうとこで売った方がいいなって思って置いてるやつもあるから、ある意味簡単にプロの技術のアイテムをゲットするできる可能性は。では、ありがとうございます。はい。皆さん、マイキーのクリップスタジオアセットストアアクセスしたければ、アセット開いてここにマイキー .tm 入れると僕の素材が全部出るから。なるほど。あと Twitch やってるので、最近始めたばっかりであんまりそんなたくさんはやってないんだけど、あるのでマイキーがストリーマーになりました。やってますって感じです。軽くキャラクター書いたりして質問答えたりしてますか？今後漫画のなんか授業とかもできたらいいかなとは思ってはいるけど。いいね。マイキーアンダーバー前田の Twitch ページもぜひフォローして、次の生放送いつだろうかな。インスタグラムの方で放送の日は報告するか連絡するから、突然する時もあるけどね。あとはマイキーのチュートリアル本はまだ Kindle に出してるので、ぜひそれもリンク貼ってあります。はい、お願いします。チャンネル登録お願いします。みんな。お願いします。バイバイ。バイバイはどうした？バイバイ。やったそんないるいる。他のマイキーが作っているブラシとか他にありますか？草むらのブラシ、こういう一番奥にある黒のやつを描いて、で白で重ねるといい感じに消えるから、これがこういう自分の背景絶対描くと思ってもアイディア作るときにこういうブラシがあると便利そう。多少は楽だよ。